沖縄本島の中部、丘の上にまっすぐな滑走路が映っている。昭和20年、アメリカ海兵隊が撮影した一枚だ。つい数ヶ月前まで、ここには畑と集落があった。AI で当時の色を蘇らせてみる。この滑走路こそ、今の普天間飛行場である。沖縄で一番名の知れたアメリカ軍の基地だ。昭和20年4月、沖縄本島に上陸した米軍。彼らは住民の土地を奪い、この飛行場を作った。畑も琉球松の並木もすべて滑走路に変えられた。宜野湾の丘にはおよそ1万4000人が暮らしていた。その人々は故郷を追われたのである。そして戦争が終わっても普天間は返されなかった。80年が過ぎた今もアメリカ海兵隊の基地のままだ。この普天間は世界一危険な飛行場と呼ばれる。理由はその立地にある。基地の面積はおよそ 4.8 平方キロ。宜野湾市のおよそ4分の1を滑走路が占めている。その周りを住宅と学校と病院がびっしり取り囲む。軍用機は毎日街の頭上すれすれを飛んでいく。その危険が現実になった日がある。2004年8月13日、アメリカ軍の大型ヘリコプターが飛行場の隣に墜落した。落ちた先は沖縄国際大学の構内だった。校舎は炎に包まれ、黒焦げになる。夏休みで学生が少なく、たまたま死者が出なかっただけである。基地を返せという声は、これより前から上がっていた。1995年、3人の米兵が12歳の少女を暴行する事件が起きる。沖縄の怒りは頂点に達した。事件を糾弾し、那覇の街を行進する人々。追い詰められた日米両政府は、ついに動く。1996年、橋本龍太郎首相とモンデール駐日大使。二人は普天間の全面返還で合意した。5年から7年で返すという約束だった。だが、その返還には条件がついていた。普天間をなくす代わりに、別の場所へ新しい基地を作る。選ばれたのが、名護市辺野古の海である。美しい大浦湾を埋め立てて、滑走路にする計画だ。だが、地元はこれを認めなかった。名護市の住民投票では反対が過半数を占めた。海の底からは軟弱な地盤が見つかり、工事は難航する。2019年の県民投票では7割を超える県民が反対した。返還の約束からすでに30年。当初2014年だった完成は2030年代へずれ込んでいる。普天間は今も宜野湾の町の真ん中に居座ったままだ。戦後80年が過ぎても日本の空は基地に揺れている。だが揺れているのは普天間だけではない。今の日本にある基地や空港、その多くがあの戦争から始まったことを知っているだろうか。普天間からほど近い沖縄の嘉手納基地、極東最大と呼ばれるアメリカ軍の巨大基地だ。この滑走路の大元は旧日本陸軍が作った中飛行場だった。それを米軍が奪い広げたものが今の嘉手納である。日本には戦争の頃、数百もの飛行場があった。戦闘機が本土の空を守り、爆撃機が海へ飛び立った。そして二度と帰らない特攻機も飛び立った。陸海軍合わせて3948名が特攻で戦死している。その若者たちが飛び立った滑走路は今も使われている。自衛隊の基地として、そして民間の空港として、あなたが旅で降り立つあの空港かもしれないのだ。特攻の代名詞となった知覧、海軍特攻最大の出撃地の鹿屋、首都の空を飛燕で守った調布、終戦の日に反乱が起きた基地厚木、そして今は旅の玄関となった数々の空港。これらの飛行場は今どうなっているのか。日本の航空基地の前史、発祥の地から本土防空、特攻、そして戦後へ、これから40近い飛行場を一つずつ辿っていく。最後まで見れば受け継がれた日本の空が見えてくる。本編の前に一つ大切なお願いがあります。令和8年7月28日、熊本を最大震度7の大きな地震が襲いました。宇城市と氷川町では震度7を観測。被害は熊本県内の
10を超える市町村に広がりました。8月1日の時点で亡くなった方は36人、全壊した住宅は182棟、避難した人は9000人を超えています。今も4万を超える家庭で水道が止まったままです。もしかすると今被災地からご覧の方もいるかもしれません。被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。今、熊本県では義援金の受付が始まっています。その振込先を画面と概要欄に表示しております。もしお力を貸していただけるなら、温かいご支援をどうかよろしくお願いいたします。そしてその被災地の現場には自衛隊の姿があります。防衛省の発表によれば、7月29日の時点で第8師団を中心におよそ4600名、その体制で災害派遣の活動が続けられています。人命救助、患者の輸送、そして給水の支援、自治体との連絡調整まで、その働きは多岐にわたります。さらに厳しい夏の暑さから避難する人々を守るため、スポットクーラー300台を現地へ送り届けると発表しました。かつてこの国を守るために多くの若者が立ち上がりました。そして今も国民を守るために自衛隊が力を尽くしています。時代は違っても、その根っこにある国を守る意志はきっと同じものなのだと思います。このチャンネルではそんな国を守った人々の物語を伝えています。一日も早い被災地の復興を心よりお祈りいたします。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。空から見下ろした広大な飛行場。日本の航空はすべてここから始まった。埼玉県の所沢である。 AI で当時の色を蘇らせてみる。1911年4月1日、ここ所沢に日本で初めての飛行場が生まれた。それまで日本には飛行機のための専用の場所がなかった。1909年、陸軍と海軍は手を組み、空の研究を始める。そして所沢に23万坪もの土地を買い上げた。日本の空の歴史はこの原っぱから始まったのである。その第一歩を記したのが徳川義俊という陸軍大尉だった。そう、あの徳川将軍家に連なる血筋の男である。前の年、彼は東京の代々木で日本初の動力飛行に成功していた。そして1911年4月5日、この所沢の空を飛ぶ。高度はわずか10メートル、距離は800メートル。飛んだ時間はたった1分20秒。今思えばほんのひとっ飛びだ。だがこの1分20秒こそ日本の航空史の第一歩だった。以来、所沢は日本の航空の心臓になっていく。徳川が自ら設計した国産機海式1号機もこの所沢から飛び立った。新しい飛行機が次々と試され、空には飛行船が浮かんだ。1920年には所沢陸軍飛行学校が開かれる。空を目指す若者たちが全国からこの地に集まった。日本中の飛行機乗りがこの所沢から巣立っていったのだ。だが空を切り開く道は犠牲も伴った。1913年3月28日、所沢の空で一機が墜落する。木村鈴四郎と徳田金一、二人の中尉が命を落とした。日本の飛行機事故で初めて亡くなった二人である。空へ挑むその歩みは最初の死者をこの所沢で出したのだった。その二人の像は今所沢航空記念公園に立っている。だがその栄光の後にも敗戦が訪れる。1945年9月、所沢の飛行場は米軍に接収された。日本の航空発祥の地は戦勝国の基地へと姿を変える。
土地が返され始めたのは戦後26年が過ぎた1971年のことだった。それでも全てが返ってきたわけではない。今返された土地の多くは所沢航空記念公園になっている。芝生の広場には本物の飛行機が置かれ、家族連れで賑わう。1993年には航空発祥記念館も開かれた。日本の空の原点を今に伝える場所だ。そしてこの公園のすぐ隣に今も金網に囲まれた一角がある。米軍の所沢通信施設である。その役割は通信だ。林立する高いアンテナ塔から米軍機へ電波を送り続けている。横田基地とも結ばれた在日米軍の通信の中継点なのだ。広さはおよそ98ヘクタール。土地は少しずつ返されてきたが、全面返還のめどは今も立っていない。日本の航空が生まれた地には80年を超えてまだ星条旗がはためいている。富士山の上空を飛ぶ一機のゼロ戦、オッパマの航空隊の機体である。所沢が陸軍の空なら、こちらは海軍の空だ。神奈川県のオッパマである。AI で当時の色を蘇らせてみる。日本の海軍航空はこのオッパマから始まった。海のそばのこの地に1916年横須賀海軍航空隊が置かれる。以来ここは海軍の空を切り開く中心の一つとなった。そしてオッパマはもう一つの大切な始まりの地でもある。1930年、少年たちが飛行機乗りを目指してここに集まってきた。後に予科練と呼ばれる飛行予科練修正。その一期生がこのオッパマで第一歩を踏み出したのである。まだ10代の少年が海軍の翼に憧れ門を叩いた。やがて彼らの多くが南の海へ、そして特攻へと向かうことになる。オッパマにはもう一人忘れられない男がいた。源田実である。1930年代の初め、彼が率いた曲技飛行のチームは源田サーカスと呼ばれた。宙返りや編隊飛行で集まった国民を沸かせたのだ。その花形飛行士の源田は後に市電会の精鋭部隊を率いることになる。こうしてオッパマは日本の海軍飛行家を次々と世に送り出した。ではその海軍航空発祥の地は今どうなっているのか。飛行場は跡形もなく消えている。代わりにそこに広がるのは日本を代表する自動車工場だ。日産自動車のオッパマ工場である。かつて艦上機が飛び立った土地で、今は車が作られテストコースを走る。海軍の翼が生まれた場所は今日本のものづくりの現場になっている。岐阜県の各務原。実はここは日本で一番古い飛行場だ。今も使われている飛行場の中で最も長い歴史を持つ。始まりは1917年、所沢に遅れること6年、各務原に陸軍の飛行場が開かれた。翌年にはその所沢から航空部隊が移ってくる。発祥の地の翼がこの各務原へと受け継がれたのだ。そして各務原はある特別な役割を担っていく。新しい飛行機を一番最初に飛ばす場所、初飛行の地である。伊吹山から吹く西風が機体を持ち上げるのにちょうどよかった。開設からこれまで実に74機もの飛行機がこの空で初めて舞い上がった。その中には日本の歴史に残る名機がいくつもある。海軍の傑作機、ゼロ戦の試作機、そして首都を守った陸軍の飛燕、その試作機も。これらが初めて翼を広げたのがこの各務原だった。すぐ傍らには川崎の航空機工場があった。飛燕を生んだ川崎航空機である。名機の設計と初飛行の空。各務原は日本の航空機作りの心臓の一つだったのだ。だが名機の生産には影もあった。飛燕の心臓はドイツ生まれの複雑な液冷エンジンだった。これが日本ではなかなか作れない。エンジンの生産が機体の生産に追いつかなかったのだ。その結果、各務原の工場では異常な光景が広がる。エンジンのない機体がずらりと並んだのである。人々はそれを首なし機体と呼んだ。
やむを得ず空冷エンジンに積み替えた5式戦闘機も生まれた。最先端の名機は同時に時代の無理も背負っていたのだ。ではその各務原は今どうなっているのか。飛行場は今も現役である。航空自衛隊の岐阜基地だ。そしてここには飛行開発実験団という部隊がいる。自衛隊の新しい機体を試すテストパイロットたちの拠点である。つまり各務原は今も新しい翼を初めて飛ばす場所であり続けている。国産のステルス実証機 X2 シンシン。この機体が初めて空を飛んだのも2016年、この各務原だった。ゼロ戦からステルス機まで、日本の名機はいつもこの空で最初の一歩を踏み出してきた。そして今、その名機の一つが故郷に帰っている。各務原の航空博物館には世界でただ一機の飛燕がある。戦争の頃の姿をそのまま今に留めた本物だ。この地で生まれた翼が80年の時を超えてまた各務原の空の下にある。100年を超えて各務原は日本の空を試し続けている。茨城県の霞ヶ浦。日本で2番目に大きいこの湖のほとりにかつて海軍の巨大な飛行場があった。ここは日本海軍のパイロットを育てた教育の総本山である。1921年、湖岸を埋め立てて霞ヶ浦飛行場が完成した。だがその始まりには意外な顔ぶれがいた。イギリスである。この年、イギリスから航空教育団がやってきた。センピル教育団。彼らは日本海軍に飛行機の操縦から整備まで一から教え込んだ。後に敵となる国が日本の翼を育てたのである。しかもその団長には裏の顔があった。センピル教はイギリスへ帰った後も日本へ機密を流し続けた。日英が敵として戦うことになってもそれはやまなかった。日本の翼を育てた男は実は日本のスパイでもあったのである。こうして霞ヶ浦は搭乗員を養成する海軍航空の心臓となった。そしてこの霞ヶ浦で世界が驚く出来事が起きる。1929年8月、世界一周の途中だった巨大な飛行船が現れた。ドイツのツェッペリン白号である。全長200メートルを超える空の巨人が霞ヶ浦の空にやってきた。係留された4日まで見物人はなんと20万人。湖のほとりは人で溢れ返った。それほどまでに霞ヶ浦は日本の空の中心だったのだ。ここで数えきれない若者が翼を学び、やがて太平洋の空へ飛び立っていった。若者たちが操縦を覚えた練習機は鮮やかな橙色に塗られていた。その色から人々は親しみを込めて赤とんぼと呼んだ。安定して扱いやすく無数の練習生を空へ送り出した機体だ。だがこの赤とんぼにもむごい結末が待っていた。戦争の末期、飛ばす戦闘機も燃料も底をついていく。そしてこの練習機までもが爆弾を積んで特攻に使われた。翼を教えるための飛行機で若者たちは二度と帰らぬ空へ飛んだのである。ではその霞ヶ浦は今どうなっているのか。飛行場の跡地は今陸上自衛隊の駐屯地になっている。置かれているのは武器学校。戦車や火砲を学ぶ陸の兵士たちの学校だ。海軍のパイロットを育てた湖のほとりで今は陸の自衛官が学んでいる。そしてその一角には予科練の記憶を伝える平和記念館が立っている。かつて少年たちが翼に憧れたその物語は後の土浦で詳しくたどろう。霞ヶ浦の湖は今も静かにあの時代を映している。茨城県の阿見、霞ヶ浦のほとりのこの地に少年たちの夢と悲劇が刻まれている。土浦海軍航空隊。ここは予科練の代名詞となった飛行場だ。予科練とは飛行予科練、修正のこと。海軍のパイロットを少年のうちから育てる制度である。応募できるのは満14歳から。まだ中学生ほどの少年が大空に憧れて全国から志願した。だがその門はあまりに狭かった。ある年の試験では5807人のうち
受かったのはわずか79人。海軍兵学校並みの難関を少年たちはくぐり抜けたのだ。海軍は待遇も昇進も士官学校並みだと宣伝していた。だが入隊した少年たちを待っていたのは違う現実だった。与えられた階級は一番下っ端の水兵。着せられたのもただの水兵服である。聞いていた話と違うと少年たちは落胆した。そこで海軍は人気を取り戻すために制服を変える。桜と怒りをかたどった7つのボタンの爪襟だ。この7つボタンはやがてヨカレンの誇りの象徴となっていく。1943年、ヨカレンを描いた映画と若わしの歌が大ヒットした。7つボタンに憧れ志願する少年は後を絶たなかったという。そして1940年、この教育の場は土浦海軍航空隊として独立する。土浦は少年たちの青春の地となった。だが戦争はその青春を飲み込んでいく。戦局が悪化するとヨカレンの少年たちは特攻の中核とされた。機によっては9割が戦死したという。飛行機だけではない。人間魚雷、回転、爆薬を積んだボート、信用。少年たちはあらゆる特攻兵器へと送り込まれていった。ヨカレンで戦死した若者はおよそ1万9000人。大空に憧れた少年たちの多くが二度と帰ってこなかったのだ。そして生き残った者にも戦後は重い荷が待っていた。ヨカレンの出身というだけで特攻崩れと呼ばれ、白い目で見られることもあった。憧れを煽られ、死地へ送られ、そして戦後は後ろ指を刺される。少年たちの青春は二重に踏みにじられたのである。では、その土浦は今どうなっているのか。飛行場の跡地は陸上自衛隊の駐屯地になっている。そしてその一角にヨカレン平和記念館が立つ。7つのテーマで少年たちの入隊から特攻までをたどる場所だ。そこには写真家の土門健が捉えた少年たちの顔もある。隣の優勝園には戦没した1万9000人の名を刻んだ碑がある。彼らが残した手紙や品々も今に伝えられている。そして7つボタンの制服と若葉しの歌は今も生きている。海上自衛隊がその伝統を静かに受け継いでいるのだ。少年たちの夢は形を変えて今も土浦の空にある。三重県の明野、伊勢神宮にほど近いこの地にある特別な学校があった。明野陸軍飛行学校。ここは陸軍の戦闘機乗りを育てた総本山である。思い出してほしい。海軍はイギリスに翼を教わった。その陸軍版を担ったのがフランスだった。1919年、フランスの航空教育団が日本にやってくる。彼らがもたらした射撃の教えがやがてこの明野へとつながっていく。1924年、この地に独立の飛行学校が生まれた。教えたのは空中での射撃と空中での戦い。敵機をどう撃ち落とすか、その技を叩き込む場所だった。なぜ明野だったのか。空中射撃の訓練では流れ弾が地上に落ちる危険がある。そこで人家の少ない広大な明野ヶ原が選ばれたのだ。こうして全国の戦闘機体へ明野で腕を磨いた飛行士が巣立っていく。彼らの機体の尾翼にはあるマークが描かれていた。明の一字と伊勢神宮の鏡をかたどったこの学校の印である。穴吹悟のような腕利きのエースもこの明野で行進を教えた。だが戦争の末期、その総本山にも異変が起きる。本土に敵機が迫ると教えるはずの教官までもが戦いへ駆り出された。明野は共同飛行士団という戦う部隊に姿を変える。そしてついには教官や助教からも特攻隊が編成された。明野とその分校からは合わせて数十もの特攻隊が送り出された。戦闘機乗りを育てるその道のプロたちが教え子とともに散っていったのである。ではその明野は今どうなっているのか。跡地には1955年陸上自衛隊の明野駐屯地が開かれた。置かれているのは陸上自衛隊の航空学校。今も空を飛ぶ操縦士を育てる場所である。ただし教えるのは戦闘機ではなくヘリコプターだ。機体は変わっても明野は空の操縦を教える
総本山であり続けている。静岡県の浜松、明野が戦闘機の総本山なら、こちらは爆撃機の総本山だ。浜松陸軍飛行学校。1933年、陸軍の爆撃教育の中心としてこの地に生まれた。戦闘機が空の切り合いなら、爆撃機は空からの一撃。敵の陣地や町を上空から叩く技術を教える学校だった。やがて浜松は大型の重爆撃機の教育に特化していく。尾翼に浜日のマークをつけた重爆がこの空で訓練を重ねた。さらに浜松はもう一つの部隊も生んでいる。空から舞い降りる落下傘部隊。今の空挺部隊のルーツもこの浜松にあったのだ。さらにあまり語られない役割もあった。飛行機から毒ガスをまく航空科学船の研究である。爆撃の総本山はその暗い技術まで抱えていたのだ。だがその爆撃の総本山にも戦争の末期が訪れる。浜松もまた共同飛行師団という戦う部隊に変わった。そしてついには巨大な重爆撃機による特攻隊まで編成される。爆弾を抱えた大型機がそのまま敵艦へ突っ込むのだ。爆撃を教えた学校は最後は爆撃機ごと若者を父へ送り出した。ではその浜松は今どうなっているのか。跡地は航空自衛隊の浜松基地になっている。ここは今も空の教育の中心だ。パイロットを育てる第一航空団や数々の術科学校が置かれている。そして浜松はある華やかなものが生まれた地でもある。1960年、この浜松の空でブルーインパルスが初めて舞った。大空を彩るあの曲技飛行チームの故郷なのだ。だがその華やかな歩みにも痛みはあった。1982年、浜松の航空祭でブルーインパルスが墜落する。操縦士が一人亡くなり、見物していた住民にも怪我人が出た。以来この浜松の航空祭では派手な宙返りが封じられたのである。今は頭上を早期系海艦制機が飛んでいる。空飛ぶレーダー、アワックス。この最新鋭の機体を運用しているのは世界でも日本だけだ。日本の空を見張るその目もまたこの浜松を拠点にしている。爆撃機乗りを育てた地は今や空の平和を守り彩る場所になった。東京の立川。今は緑豊かな公園で知られるこの街。だがかつてここは日本の空の一大拠点だった。立川陸軍飛行場。1922年、帝都東京を守る陸軍航空の中核として開かれた。各務原から部隊が移り、この空を飛行機が埋める。やがて立川はただの飛行場ではなくなる。周りには陸軍の航空技術研究所や工廠、航空機工場が集まった。新しい機体を設計し、作り、そして試す。立川は日本の航空の頭脳と工場を併せ持つ町になったのだ。そして立川はこんなことまでしていた。戦地で敵から奪い取ったアメリカやイギリスの最新鋭機、それを立川の空で飛ばし、その秘密を探っていたのである。だが敗戦とともにこの地はアメリカ軍の基地となる。そして1950年代、立川は日本中が注目する舞台になった。米軍がジェット機のために滑走路の拡張を求めたのだ。拡張の予定地は砂川という町の農民たちの畑だった。先祖代々の土地を奪われまいと住民は立ち上がる。労働組合や学生も加わり、反対運動は燃え上がった。砂川闘争である。1956年、測量をめぐって住民と武装した警官隊が畑で激突する。その日の負傷者はおよそ1195人。流血の砂川と呼ばれた。やがて争いは法廷へと移っていく。米軍が日本にいることは憲法に反するのではないか。裁判はついに最高裁判所にまで持ち込まれた。その一審は驚くべき判決を下す。米軍が日本にいるのは憲法違反だとして被告は全員が無罪とされたのだ。だがこの判決はすぐに覆される。後に恐ろしいことが分かった。判決を急いでひっくり返すため、日本とアメリカの政府が裏で通じ合っていたのだ。それでも畑を守る住民たちは
引かなかった。1968年、米軍はついに拡張を諦めた。そして1977年、立川基地は全面返還されたのである。では、返されたその土地は今どうなっているのか。広がっているのは一面の緑。国営昭和記念公園である。かつて基地に揺れた地は今人々の憩いの場になった。そしてその隣にはもう一つの大切な拠点がある。立川広域防災基地。大地震などの災害の時、消防や警察、海上保安庁のヘリがここから飛び立つ。首都圏の命を守る空の拠点だ。思い出してほしい。今、普天間はまだ揺れている。だが立川は返された基地だ。基地は帰ることもある。争いの街は今や人を守り、人を憩わせる空になったのである。埼玉県の熊谷。ここにあったのは少年たちに飛行機の操縦を教えた学校だ。熊谷陸軍飛行学校。1935年、この地に生まれた。その教え子の中心はまだ10代の少年たち。陸軍少年飛行兵である。海軍の予科練にあたる陸軍の少年航空兵だ。10代のうちから志願し、難しい試験をくぐり抜けた少年たち。熊谷はその操縦の基本を叩き込む中心の学校だった。空に憧れ、全国から少年たちが集まってくる。彼らは大空を自由に飛ぶ日を夢見て懸命に訓練を重ねた。だがその夢の先に待っていたのは過酷な現実だった。戦争が終わりに近づくと、少年飛行兵の多くもまた特攻へと向かう。空に憧れた少年たちが片道の空へと消えていったのである。そして戦争の最後の夜、熊谷の街そのものが豪華に包まれる。1945年8月15日未明、その日の昼、戦争はついに終わりを告げる。だがそのわずか半日前のことだった。熊谷の街はアメリカ軍の爆撃機の大編隊に焼き尽くされた。太平洋戦争で最後の空襲である。もう戦争は終わると誰もが感じていた夜に、およそ260人の市民が命を落としたのだ。ではその熊谷は今どうなっているのか。戦後この地はしばらくアメリカ軍のキャンプとなった。そして1958年返還され、航空自衛隊の熊谷基地となる。今も熊谷は空を志す若者の出発点であり続けている。航空自衛隊に入った新入隊員が最初の基礎訓練を受ける場所なのだ。近年からは女性の新入隊員もここで学び始めている。熊谷が広げた文教場の一つ、桶川には当時の校舎が残されている。今は平和記念館として少年たちの記憶を伝える場所だ。昔も今も熊谷は空を目指す若者が第一歩を踏み出す地であり続けているのである。千葉県の木更津、東京湾を望むこの地に海軍の飛行場があった。木更津海軍航空隊。その飛行場は東京湾を埋め立てて作られたものだった。1936年、木更津は鹿屋とともにある新しい部隊の拠点となる。日本で初めての陸上攻撃機の部隊である。陸上攻撃機、略して陸攻。長い距離を飛び、遠くの敵に爆弾を落とす大型の爆撃機だ。そして木更津の陸攻は世界を驚かせる作戦をやってのける。1937年、日中戦争。木更津の陸攻隊は海を越えて中国本土の都市を爆撃した。渡洋爆撃である。海を渡り、遥か遠くの敵を叩く。当時、これほどの長距離爆撃は世界のどこにもなかった。だが、その代償も大きかった。ある日の南京への爆撃では、6機のうち4機が帰ってこなかった。護衛の戦闘機もなく、丸腰で敵地の空へ向かったのだ。世界初の快挙は、同時に多くの搭乗員の命と引き換えだった。実は、この惨状には理由があった。当時は、速い爆撃機なら戦闘機を振り切れると、世界中が信じていた。だから陸攻は、護衛もつけずに敵地へ飛んだのだ。だが、それは間違いだった。
爆撃機だけでは敵の戦闘機に駆られるばかり。護衛できる足の長い戦闘機がいる。この痛い教訓が後のゼロ戦を生む一因となった。そしてこの惨状を現地で見ていた男がいる。大西滝次郎。後に特攻を生み出すことになる男である。彼は攻撃の中止を進言したが、それでも作戦はやめられなかった。やがて陸攻はより遠くへ飛べる一式陸攻へと進化する。だが燃料を主翼いっぱいに詰めたその機体は防弾を削られていた。一撃で火を吹くその姿を敵はワンショットライターと呼んだ。長い足と引き換えに搭乗員の命は守られなかったのである。ではその木更津は今どうなっているのか。飛行場は今も現役だ。陸上自衛隊の木更津駐屯地である。ここに拠点を置くのは第一ヘリコプター団。大型の輸送ヘリコプターや総理大臣が乗る特別なヘリが並ぶ。そして2020年、木更津のある機体が配備された。オスプレイである。そう、普天間で問題になっているあの垂直に飛び立つ機体だ。海の向こうを攻めた陸攻の基地は今、オスプレイの拠点になっている。千葉県の館山、房総半島の先、東京湾の入り口にある海辺の町だ。館山海軍航空隊。実はこの飛行場、生まれ方が変わっている。1923年の関東大震災で海の底が持ち上がった。その浅瀬を埋め立てて作ったのが館山飛行場だったのだ。震災が生んだ大地の上に海軍の翼が並んだのである。館山は東京湾の入り口を守る要の基地となった。敵の潜水艦や艦隊が首都へ近づかないよう海の上を見張ったのだ。そして戦争の末期、館山一帯は本土決戦に備える陣地となる。今も館山にはあの頃掘られた地下壕がいくつも残っている。中でも赤山地下壕は当時の姿をとどめる戦跡として見学ができる。だが館山の運命が他の町と違ったのは敗戦の後だった。実は日本の運命そのものがこの町にかかっていた。敗戦の直後、アメリカは日本を直接治めようとしていた。3つの布告がすでに用意されていたのだ。日本の公用語を英語にする。日本の円を廃止し、軍のお金を通貨にする。そして法も行政もすべてアメリカが握る。もしこれが実施されていれば、日本は丸ごと沖縄と同じ立場になっていた。だが外務大臣の重光守がマッカーサーと直談判する。この布告はポツダム宣言に反すると。粘り強い交渉の末、直接統治は土壇場で覆った。日本は自分たちの政府を通して治められることになったのだ。ところがその決着がつくほんの少し前、館山にだけはアメリカ軍がすでに上陸し、軍政を始めていた。こうして館山は日本の本州でただ一箇所、直接統治という幻の日本を4日間だけ味わった町となったのである。では、その館山は今どうなっているのか。飛行場は今も現役だ。海上自衛隊の館山航空基地である。戦後この地にヘリコプターが配備され、海の自衛隊の空が再び動き出した。実は館山は海上自衛隊の航空部隊が生まれた発祥の地なのだ。今はヘリコプター専用の飛行場として日本でも最大級の規模を誇る。海を守る哨戒ヘリや人の命を救う救難ヘリがここから飛び立つ。そして基地には今も旧海軍が建てた司令部の建物がそのまま使われている。震災の海から生まれ、本州でただ一つ占領された町。そこは今、海の空を守る拠点になっているのである。長崎県の大村湾に面したこの地に海軍の飛行場があった。大村海軍航空隊。1922年、日本で5番目に開かれた海軍航空隊である。大村には大きな地の利があった。日本の本土で大陸に一番近い飛行場だったのだ。ここはまた海軍の搭乗員を育てる訓練の一大拠点でもあった。だから日中戦争では
あの木更津の陸港がここを足場に海を越えた。そして太平洋戦争の末期、大村は本土防空の最前線となる。日本を焼こうと中国大陸から飛んでくる B29 の大編隊。大村の戦闘機はその巨人機に懸命に立ち向かった。だが大村の空にも原爆の影が差す。1945年8月9日、長崎に原子爆弾が落とされた。大村から分かれた諫早の航空隊には海軍病院があった。そこは長崎の被災者をいち早く受け入れたという。では、その大村は今どうなっているのか。飛行場は今も現役だ。だが、その姿は世界を驚かせるものになった。長崎空港である。1975年、大村湾に浮かぶ三島を丸ごと造成して作られた。世界で初めての本格的な海上空港だ。海の上に空港を作るという発想は、この大村から生まれたのである。ただし、その島には13世帯66人が暮らしていた。故郷を手放した人々のため、今も毎年慰霊祭が開かれている。そして空港の隣には海上自衛隊の大村航空基地がある。海を見張る哨戒ヘリコプターが並ぶ海の守りの拠点だ。滑走路の脇には飛行機が海面に舞い降りるための専用の水面まで用意されている。海の上の空港と海に降り立つ翼。大陸に一番近い戦いの基地。そこは今、海と空が出会う世界に一つの玄関口になっているのである。北海道の千歳。今や北海道の空の玄関、新千歳空港のある町だ。だが、この飛行場の始まりは少し変わっている。多くの飛行場は住民から土地を取り上げて作られた。だが千歳は逆だった。1926年、千歳の村人たちが自分たちの手で着陸場を作ったのだ。無償で汗を流し、村の土地まで差し出して飛行場を呼び込んだ。北の最果ての村が空の時代に自ら名乗りを上げたのである。その願いは叶い、1939年、千歳海軍航空隊が開かれる。こうして千歳は北の海軍航空の拠点となった。実は千歳は戦争が終わった直後にも歴史に名を刻んでいる。1945年9月、敗戦からわずか1ヶ月余り、この千歳の滑走路から3機のアメリカの B29 が飛び立った。そして太平洋を一気に横断し、一度も降りずにアメリカ本土まで飛び切る。これが戦後初めての太平洋無着陸横断飛行である。村人が作った北の飛行場は新しい空の時代の出発点にもなったのだ。そして戦後、千歳は日本の空に2つの大きな役割を持つことになる。一つは北の守り。千歳には航空自衛隊の戦闘機 F15 が配備されている。すぐ目の前はかつてのソ連、今のロシアだ。怪しい機影が現れれば、その最前線からすぐさま戦闘機が飛び立つ。日本の北の空を守る、まさに最前線の基地なのである。もう一つの役割は意外なものだ。日本の総理、大臣や天皇陛下が乗る飛行機、政府専用機である。その2機の政府専用機はこの千歳を拠点にしている。日本の顔を乗せて世界へ飛ぶ翼がこの北の地にあるのだ。そして1988年、民間機のための新千歳空港が隣に開かれた。今や10年間の発着は日本でも指折りの多さを誇る。北海道の空の玄関口として全国から人々を迎えている。村人が手作りした小さな着陸場、それが北を守り、国の顔を乗せ、北海道の玄関になったのである。山口県の東の端、岩国。日本三名橋の一つ、錦帯橋で知られる町だ。その錦帯橋のそばに巨大な飛行場がある。始まりは1940年。ここに岩国海軍航空隊が置かれた。主に飛行機乗りを育てる練習と教育の基地だった。若者たちがこの地で海軍の翼を学んだのである。だが敗戦とともに岩国はアメリカ軍に接収される。そして今も日本とアメリカが共同で使う巨大な基地となっている。主役は
最新鋭のステルス戦闘機 F-35B を操るアメリカ海兵隊だ。さらに2018年、この岩国は大きく姿を変えた。神奈川の厚木基地からアメリカ海軍の空母艦載機部隊が丸ごと移ってきたのだ。空母から飛び立つ戦闘攻撃機の大部隊。こうして岩国は在日米軍でも屈指の航空戦力の一大拠点になった。だが、その移転に地元は揺れた。住民投票では艦載機の受け入れに反対する声が賛成を大きく上回っていた。爆音と墜落事故への不安、普天間や渥美と同じ重荷がこの町にのしかかっている。だが岩国には全く違う役割の翼もある。海上自衛隊の救難飛行艇。その名を US-2 という。これは海に降りられる世界でただ一つの飛行機だ。波の高さが3メートルもある荒れた海にも着水することができる。洋上で船が沈み、人が海に投げ出される。そんな時、US-2 は遥か沖の海まで飛んでいく。そして荒波の間に舞い降り、溺れた人を救い上げるのだ。ヨットで太平洋横断に挑んで遭難した人をこの翼が救ったこともある。岩国の飛行場の東には、その飛行艇が海から上がるための専用の車路がある。実はこの US-2 には戦争につながる長い血筋がある。この飛行艇を作るのは新明和工業という会社だ。その前身は戦時中の川西航空機、世界最高と謳われた飛行艇錦王艇を生んだあの会社である。戦争の中で磨かれた飛行艇作りの技、それは絶えることなくこの岩国の US-2 へと受け継がれた。今海を渡る命の翼は80年前の翼の紛れもない子孫なのだ。敵と戦うための翼と人の命を救うための翼、その正反対の2つがこの岩国に同居しているのだ。今この基地は岩国錦帯橋空港として民間の旅客機も飛ばしている。錦帯橋の玄関口として旅の人を迎える顔も持っている。戦う翼、救う翼、そして人を運ぶ翼。岩国の空には3つの翼が今日も行き交っている。東京の西、調布。今は伊豆諸島へ飛ぶ東京都営の小さな飛行場だ。この飛行場が開かれたのは1941年。もともとは東京府が作った民間のための飛行場だった。だが時代がそれを許さなかった。翌1942年、アメリカの爆撃機が初めて東京の空を襲う同リットル空襲である。これをきっかけに調布は帝都東京を守る防空の最前線となった。ここに置かれたのが飛行第244戦隊、首都の空を守る陸軍の戦闘機隊である。その翼はあの飛燕、各務原で生まれた日本では珍しい液霊の戦闘機だ。戦隊を率いたのは小林照彦。着任した時わずか24歳。当時の陸軍で最も若い戦隊長だった。1944年の暮れから東京の空に B29 の大編隊が押し寄せる。飛燕はこの巨人機に懸命に立ち向かった。だが高い空を行く B29 に飛燕の力では届かないことも多い。そこで彼らが取った手が体当たりだった。弾を撃ち尽くせば自らの機を敵の翼にぶつける新天体と呼ばれた決死の攻撃である。その体当たりは18回に上り、7人の若者が命を落とした。それでも244戦隊は73機もの B29 を撃ち落とす。これは飛燕の部隊の中で最も多い戦果だった。だが戦争の末期、244戦隊にも特攻の影が忍び寄る。沖縄戦が始まると隊は九州へ移された。そして調布を立った若者たちが知覧を経て沖縄の海へ向かっていった。首都を守り抜いた戦隊も最後は特攻へと組み込まれたのだ。そして戦争が終わり、調布はアメリカ軍に接収される。土地が帰ってきたのは1973年のことだ。今飛行場の脇に広がる武蔵野の森公園。そこには飛燕を隠した掩体壕がそのままの姿で残っている。厚いコンクリートのかまぼこ屋根があの日の空を今に伝えているのだ。
戦隊長だった小林輝彦はあの戦争を生き延びた。そして戦後、彼は航空自衛隊に進む。かつて244戦隊も使った浜松基地で若い操縦士を育てる教官となった。だが1957年、訓練へ向かう飛行機が離陸の時に墜落する。テイトの空を守った男は新しい日本の空でその生涯を終えたのだった。そして飛行場そのものは東京都営の調布飛行場として生きている。大島、新島、神津島、三宅島、伊豆の島々と東京を結ぶ空の玄関口だ。かつて飛燕が飛び立った滑走路から今は島へ渡る小さな翼が飛んでいく。神奈川県の厚木基地。実はこの基地、厚見市にはない。隣の綾瀬市と大和市にまたがっているのだ。海軍が飛行場にあえて別の土地の名を付けたという説すらある。その始まりは1943年、東京に一番近い海軍の空の拠点として開かれた。そして1944年、ここに本土防空の部隊が置かれる。第302海軍航空隊である。装備するのは防空戦闘機のライデン、そして夜の戦闘機、月光。月光は斜め上を向いた機関砲を積んでいた。夜空の下から B29 の腹を狙い撃つ闇の狩人だ。実はこの斜め銃を考え出したのが厚木の司令小園安名だった。かつて南の島ラバウルでアメリカの大型爆撃機に苦しんだ小園。彼は爆撃機が真下からの攻撃に弱いことを見抜いた。そこで B 機の背に斜め上を向けた機関砲を据えたのだ。この発想が月光を生み、陸海軍の夜の戦闘機の標準の武器となった。その厚木の部隊は首都を襲う B29 に幾度も立ち向かった。だがこの基地の名を歴史に刻んだのは別の出来事だった。1945年8月15日、玉音放送が流れ、日本は戦争に敗れた。だが小園はこの敗戦を受け入れなかった。まだ戦える、祖国を守れと徹底抗戦を叫んだのである。若い隊員たちは戦闘機から徹底抗戦を呼びかけるビラを巻いた。厚木飛行場は数日にわたって反乱の状態に陥る。これが厚木航空大事件と呼ばれる終戦の混乱だ。やがて小園大佐は高熱で錯乱状態となる。軍医の手で鎮静剤を打たれ、手錠をかけられて病院へ運ばれた。指揮官を失い、反乱はようやく収まった。そしてその混乱からわずか数日の1945年8月30日、一機の輸送機がこの厚木に舞い降りる。降りてきたのは連合軍の総司令官マッカーサー。コーンパイプを加えた日本占領の始まりだった。最後まで降伏を拒んだ基地に日本を支配する男が真っ先に降り立ったのだ。反乱を率いた小園は日本で最後の軍法会議にかけられる。無期禁錮の判決を受けたが、後に釈放され戦後を生き抜いた。こうして厚木はアメリカの一大航空基地となる。やがて空母の艦載機が居座り、その爆音が住民を長く苦しめた。だが2018年、その艦載機の部隊は山口の岩国へと移っていった。今厚木にいるのは海上自衛隊の哨戒機 P1。日本の海を静かに見張る青い翼の基地になっている。四国、愛媛県の松山空港。中国と四国で一番多くの人が利用する空港だ。到着ロビーにはひねるとみかんジュースが出る蛇口まである。そんなのどかな空の玄関も始まりは戦争だった。1943年、ここに松山海軍航空基地が開かれる。そして戦争の末期、この松山にある特別な部隊が集められた。第343海軍航空隊剣部隊である。作ったのは源田実。かつて極技飛行で国民を沸かせたあの花形飛行士だ。彼は本土防空の切り札となる最強の戦闘機体を目指した。全国から腕利きのベテランをかき集め、松山に結集させたのである。その翼は紫電海、川西航空機が生んだ当時の日本で最強クラスの戦闘機だ。そう、今の救難飛行艇を作る
あの会社の機体である。源田の戦い方はそれまでの日本軍とは違った。まず偵察機の彩雲で敵の来襲をいち早くつかむ。そして無線で連携し、部隊がまとまって敵にぶつかる。一人一人の腕に頼らない組織で戦う近代の空戦だった。1945年3月19日、松山の空で剣部隊はウィジンを迎えた。押し寄せる敵の大軍に紫電海の群れが立ち向かう。数の上で大きく劣る中、多くの敵機を撃ち落としたと報告した。それは追い詰められた本土防空の最後の輝きだった。そして戦争は終わり、松山の飛行場は今の松山空港になった。だが、剣部隊の物語には続きがある。1978年、愛媛の倉湾の海の底で一機の紫電海が見つかった。損傷は少なく、パイロットが静かな湾に下ろしたものとみられた。この機の引き上げに走ったのが源田実その人だった。実は源田は戦後の日本の空も作り上げた男である。彼は航空自衛隊のトップ、航空幕僚長にまで上り詰めた。かつて源田サーカスで空を舞った男は、今度はブルーインパルスを生み出す。戦前も戦後も日本の曲技飛行はこの一人から始まったのだ。そして国会議員となった源田がその力で古巣の紫電海を海から引き上げた。こうして海から蘇った紫電海は今愛南町の展示館にある。日本でただ一機現存する紫電海の実機だ。松山の空を守った剣の翼は今も愛媛の地で静かに翼を休めている。愛知県の県営名古屋空港。今は小さめの旅客機が行き交うこじんまりとした空港だ。だがこの空港には日本のものづくりの大きな夢が詰まっている。始まりは1944年、中部の古羅を守るため陸軍が小牧に飛行場を築いた。そしてこの名古屋は三菱の町、あのゼロ戦を生み出した日本一の航空機の産地だった。戦争が終わっても名古屋は翼を作る手を止めなかった。1962年、この空港から一機の旅客機が舞い上がる。その名は YS-11。戦後の日本が初めて作り上げた国産の旅客機だ。これを設計したのは5人の侍と呼ばれた男たちだった。ゼロ戦を生んだ堀越二郎、飛燕を生んだ土井武雄、紫電海を生んだ菊原静雄。この動画に出てきた名機の設計者たちが再び集まったのである。戦争の翼を生んだ頭脳が今度は平和な旅客機にその技を注いだのだ。やがて名古屋空港は愛知の空の玄関として賑わう。海の向こうへ向かう便もいくつも飛び立っていった。だが2005年、隣の海辺に中部国際空港セントレアが開く。主役の座はセントレアに譲り、ここは県営の小さな空港となった。それでもものづくりの夢は消えなかった。2015年、再びこの地から新しい翼が飛び立つ。 MRJ、 日本が初めて挑んだ国産のジェット旅客機である。ゼロ戦 YS-11、 そしてジェット機へ。名古屋の夢はまた空へ羽ばたいた。だがこの夢は叶わなかった。立ちはだかったのは型式証明という壁だった。旅客機は絶対に安全だと細かな基準で証明しなければならない。日本は機体は作れてもその安全を証明する術を持っていなかった。戦後 YS-11 の後にそのノウハウを捨ててしまっていたのだ。延期に延期を重ね、つぎ込んだ開発費は1兆円を超える。そして2023年、 MRJ の開発はついに中止された。国産ジェット旅客機の夢は一度ついえたのだ。それでも名古屋が翼を作る街であることは変わらない。空港の隣では今も三菱が戦闘機や旅客機の部品を作り続けている。そして滑走路の東には航空自衛隊の小牧基地がある。大きな輸送機と空の上で燃料を送る給油機。地震や災害が起きれば真っ先に駆けつける頼れる翼だ。ゼロ戦を生んだ街は形を変えて今も日本の空を支えている。
東京の西、多摩の横田基地。実はこの横田という名前、日本が付けたものではない。始まりは1940年、ここに多摩陸軍飛行場が開かれた。地元の名を取って福生飛行場とも呼ばれた場所だ。ここには陸軍航空審査部が置かれた。新しい飛行機を一番最初に試すテストの飛行場である。昭和天皇も自らこの地を訪れ視察している。やがてアメリカ軍が日本の飛行場を探し偵察写真を撮る。その時手元の地図にあった近くの地名が横田だった。こうしてアメリカ軍はこの飛行場を横田と名付けたのである。そして戦後、横田はアメリカ軍の手に渡る。今横田基地は在日アメリカ軍の司令部が置かれる中枢の基地だ。アメリカ空軍と第五空軍の司令部、さらに朝鮮戦争の国連軍の後方司令部まで置かれている。その朝鮮戦争は実は今も終わってはいない。70年を超えた今も法の上ではただの休戦に過ぎないのだ。遠い日の戦争がこの横田を今も縛り付けている。輸送機やオスプレイが行き交う極東の一大拠点。ここはいくつもの戦争の記憶が折り重なる場所なのだ。だがこの横田が持つ最大の力は目に見えない横田空域である。1都9県にまたがる首都圏の広い空。その空の管制を今もアメリカ軍が握っているのだ。羽田を飛び立つ旅客機はこの空を避けて大きく回り道をしてきた。首都東京の空の管制権が日本の手にないのである。近頃羽田に降りる旅客機が都心の低い空を飛ぶようになった。その新しい道もまた横田空域を通るためアメリカ軍との調整が必要だった。空域は少しずつ返され日本の管制官も入るようになった。だが全面返還のめどは今も立っていない。2012年この横田に航空自衛隊の司令部も移ってきた。地下では日本とアメリカの指揮所が一つの建物でつながっている。首都の空は戦後80年を超えてまだ完全には日本のものになっていない。関西の空の玄関、大阪の伊丹空港、正式には大阪国際空港という。だが不思議なことに今この空港に国際線は一便もない。そこにはこの空港が辿った激しい物語がある。始まりは1939年。やがて戦争が始まると陸軍がここを軍の飛行場にした。大戦の末期には飛燕の部隊が駐屯し京阪神の空を守った。そして敗戦。伊丹はアメリカ軍に接収され伊丹エアベースと名付けられる。今も使われる伊丹空港という名は実はこの時生まれた。1958年基地は返され大阪空港として生まれ変わる。高度成長の波に乗り大きなジェット機が次々と舞い降りた。だがその繁栄は周りの住民に重い代償を強いた。朝から晩まで頭上を切り裂くジェットの爆音、排気ガスが街の空を汚していく。たまりかねた住民は夜の飛行をやめてくれと国を相手に裁判を起こす。大阪空港訴訟である。苦しみは激しく、地元はついに空港は出て行けと撤去を叫んだ。伊丹空港は廃港の寸前まで追い詰められた。住民の訴えはやがて最高裁までもつれ込む。だが夜の飛行をやめよという願いは認められなかった。それでもこの長い戦いは空港に消えない印を残す。今も伊丹は夜の9時から朝の7時まで飛ぶことを禁じられている。1日に飛べる便の数も厳しく制限されたままだ。住民が身をもって空港に区切りを刻み込んだのである。そして1994年、海の上に関西国際空港が開く。国際線はすべて関空へ移り、伊丹は消えるはずだった。だが、住民が最後に選んだのは意外な答えだった。存続である。飛行機が静かになり、防音の工事も進み、騒音は和らいでいた。そして人々は便利さと街を潤す空港の力を惜しんだのだ。出て行けと叫ばれた空港はいつしかいてほしい空港に変わっていた。今伊丹は関西の国内線を担う大阪の顔である。
国際の名だけを残して今も大阪の空を支え続けている。九州福岡空港、日本で一番便利な空港と呼ばれる。何しろ地下鉄に乗れば博多駅までたった5分、飛行機を降りてすぐに街の真ん中に立てるのだ。だがその便利さの裏には代償もある。街のど真ん中にあるため、夜10時を過ぎると飛行機は飛べない。長い間滑走路はたった1本で、その混み具合は日本一だった。この空港は便利さと窮屈さを併せ持っているのだ。その始まりはやはり戦争だった。太平洋戦争の最中、陸軍がここに無代田飛行場を築いた。そのために314戸もの農家が先祖の畑を取り上げられた。田畑を潰して作られた軍の飛行場だったのだ。そして敗戦。飛行場はアメリカ軍に接収され、板付基地となる。今も残る板付という名は、この米軍基地から来ている。やがて板付は日本でも指折りの戦争の最前線となった。1950年、隣の朝鮮半島で朝鮮戦争が始まる。板付からはアメリカのジェット戦闘機が朝鮮へと飛び立った。多い時には1時間に40機、50機。博多の市民の頭の上を戦争へ向かう爆音が切り裂いていったのだ。そしてその危険は現実になる。1968年、板付を飛び立ったアメリカの偵察機が街に墜落した。落ちた先は九州大学の建設中の校舎だった。幸い死者は出なかった。だが大学に軍用機が突き刺さった衝撃は大きかった。折しもベトナム戦争の真っ只中、市民と学生の怒りは爆発し、基地を返せという声が燃え上がる。この事件が大きな転機となった。そして1972年、板付はようやく日本に返される。こうして今の福岡空港が生まれた。農家の畑から生まれ、戦争の最前線となった飛行場。そこは今、九州の空の玄関として日本一忙しい空をさばいている。福岡県の立新井。今はのどかな田園とビール工場が広がる町だ。だが、かつてここに東洋一と謳われた飛行場があった。始まりは1919年。立新井は西日本の航空発祥の地となる。やがてここに飛行機乗りを育てる立新井陸軍飛行学校が置かれた。西日本で最大の、まさに東洋一の航空拠点だったのだ。その教え子を送り出す分校の一つがあの知覧である。そして戦争の末期、この立新井と知覧から若者たちが特攻へ飛び立った。二度と帰らない旅へと次々に送り出されていったのだ。だが立新井そのものにも悲劇が訪れる。1945年3月27日、立新井は B29 の同空襲を受けた。飛行場は壊滅し、町には500人を超える死傷者が出た。その爆弾は幼い子供たちの命までも奪う。近くの立石国民学校ではその日修了式が行われていた。下校していた児童たちは爆撃から逃れようと飛んだの森へ駆け込む。だがその森に一発の爆弾が直撃した。逃げ込んだ子供たち31人が命を落としたのだ。飛行場を狙った爆弾が森の子供たちを飲み込んだのである。そして敗戦とともに東洋一の飛行場は静かに消えていく。跡地は農地となり、今はキリンビールの工場が建っている。その一角に立新井平和記念館がある。ここには世界でただ一つ現存する実物の01032型がある。さらに博多湾から引き上げられた97式戦闘機の実機も。そしてこの記念館には忘れがたい展示がある。同空襲で亡くなった人々の家、その隣に撃ち落とされた B29 のアメリカ兵の家も並んでいるのだ。敵も味方もなく戦争に消えた命を共に悼む。東洋一と謳われた空は今その記憶を伝える場所として静かに残っている。
鹿児島県の知覧。今は辺り一面に緑の茶畑が広がる町だ。日本有数の銘茶、知覧茶のふるさとである。だが、この静かな町の名は、ある悲しい言葉と結びついている。特攻。そう、知覧は特攻の代名詞となった地なのだ。始まりは1941年。ここはあの立ち洗い飛行学校の知覧分校として開かれた。飛行機乗りを目指す若者たちの学び屋だった。だが、1945年、その意味は大きく変わる。アメリカ軍が沖縄に迫ってきたのだ。その進行を食い止めるため、知覧は特攻の最前線となる。海軍の鹿屋と並ぶ陸軍特攻、最大の出撃地。爆弾を積んだ飛行機ごと敵の艦に体当たりする。生きて帰ることを初めから許されない攻撃だった。この知覧から飛び立ち、帰らなかった若者は439人。陸軍の特攻で死んだ者のおよそ4割にあたる。その多くがまだ20歳前後の若者だった。中には10代の少年の姿もあった。彼らは出撃の前の夜を三角兵舎で過ごした。松林の中に隠すように建てられた半地下の粗末な宿舎だ。薄暗い裸電球の下で若者たちは酒を酌み交わす。そして家族や恋人へ最後の手紙を書いた。知覧には今も語り継がれる一通の手紙がある。書いたのは穴沢敏夫、23歳の青年だった。大学で法律を学び、検事を志した若者だ。彼には千恵子という結婚を約束した人がいた。その婚約者に穴沢は最後の手紙を残す。自分のことは忘れて新しい人生を歩んでほしい。私の分まで幸せに生きてほしいと。そして手紙の最後に彼はこう書き添えた。会いたい、話したい、無償に。町の食堂の女将鳥浜止めはそんな彼らを我が子のように見送った。女学生たちは桜の小枝を振って飛び立つ帰化を見送ったのだ。翌朝、彼らは南の空へ消え、二度と戻らなかった。戦争が終わると、知覧の飛行場はアメリカ軍に壊された。滑走路は消え、跡地は再び茶畑に帰っていく。だが、彼らの言葉は消えなかった。生き残った一人の元隊員が全国を歩いて遺書や遺影を集めたのだ。こうして生まれたのが知覧特攻平和会館である。今そこには14000点を超える若者たちの最後の言葉が眠っている。茶畑に囲まれたその建物は静かに問いかけてくる。彼らが残したものを私たちはどう受け止めるのかと。鹿児島県南薩摩市吹上浜の白い砂浜が続くこの海辺に、かつて秘密の飛行場があった。万世陸軍飛行場。今は幻の特攻基地と呼ばれている。その訳はこの基地の儚い生涯にある。1945年、戦争も末期になって万世は救護白江で作られた。そしてわずかな間だけ特攻に使われ、戦後はすぐに農地へと姿を消した。記録も乏しく、長い間忘れられた基地。だから幻と呼ばれたのだ。すぐ近くにはあの知覧がある。その知覧と同じように、万世からも若者たちが特攻へ飛び立った。ここから飛び立ち帰らなかった者は201人。その多くが少年のように若い隊員たちだった。この万世に一枚の有名な写真が残っている。1945年5月26日、出撃の前日のことだ。飛行場の傍らに5人の少年兵が身を寄せ合っていた。彼らが抱いているのは1匹の子犬。整備隊長が拾ってきた犬を少年たちがあやしていたのだ。その顔は皆穏やかに笑っている。その中の一人、真ん中で子犬を抱く少年、名を荒木幸男という、群馬から来たまだ17歳の少年だった。17歳。今なら高校生の年である。彼らの多くは少年飛行兵だった。国は14歳や15歳の少年たちを集め、飛行機乗りに育てる。そしてまだ幼さの残るその少年たちを特攻へと送り出したのだ。写真が撮られた翌朝、5月27日の午前5時、写真に写る5人は揃って万世を飛び立ち、
一人も帰ってこなかった。子犬を抱いて笑うあどけない少年たち。その笑顔の翌朝が死への出撃だったのだ。戦争が終わると万世の飛行場は静かに畑に帰った。1992年、吹上浜の沖から一機の水上偵察機が引き上げられる。今その機は万世特攻平和記念館に展示されている。幻と呼ばれた基地は子犬を抱いた少年たちの笑顔とともに今も記憶されている。鹿児島県大隅半島の鹿屋。先ほどの知覧が陸軍特攻の代名詞なら、こちらの鹿屋は海軍特攻の代名詞である。始まりは1936年、鹿屋海軍航空隊が置かれ、海軍航空の一大拠点となった。日中戦争ではこの鹿屋から爆撃機が飛び立ち、海を越えて中国大陸を爆撃した。世界でも例のない海を渡っての大規模な爆撃だった。だがこの基地の名を歴史に刻んだのもやはり沖縄戦だった。1945年、鹿屋には第5航空艦隊の司令部が置かれる。沖縄へ向かう海軍特攻を束ねる中心となったのだ。菊水作戦、沖縄の敵艦隊に繰り返しぶつけられた特攻の大作戦である。その中心の出撃地こそこの鹿屋だった。鹿屋から沖縄の海へ飛び立ち帰らなかった若者は828人。陸軍の知覧と並ぶ特攻最大の出撃地だったのだ。第5航空艦隊を率いた宇垣まとめはこの鹿屋から次々と若者を死地へ送った。そして終戦の日、宇垣自身も最後の特攻に飛び立ち帰らなかった。そして戦争は終わる。だが鹿屋の空は今も現役だ。ここは海上自衛隊の鹿屋航空基地となっている。日本の南の海を見張る哨戒機 P1 の拠点である。その基地の一角に鹿屋航空基地資料館がある。ここには世界でただ一機だけ現存する巨大な飛行艇が残されている。錦王艇。かつて世界最高と謳われたあの飛行艇の実物だ。そう、今の救難飛行艇の源流となった川西の傑作である。海軍特攻の若者が飛び立った基地は今も海を守る翼の地であり続けている。そして資料館に残る遺書や遺影が帰らなかった若者たちの記憶を今に伝えている。大分県の宇佐、全国の八幡様の総本宮宇佐神宮で知られる町だ。その門前町のそばにかつて海軍の飛行場があった。1939年に置かれた宇佐海軍航空隊である。ここは爆撃機の搭乗員を育てる訓練の一大拠点だった。だが戦争の末期、宇佐もまた特攻の出撃地となる。若者たちが沖縄の海へと飛び立っていった。そして宇佐は激しい空襲にも見舞われる。11回にも及ぶ攻撃で基地も町も焼かれた。とりわけ4月の B29 の空襲では300人を超える命が失われている。今その宇佐に残るもの、それが掩体壕だ。飛行機を敵の目から隠すために作られたコンクリートの格納庫。そのかまぼこ屋根が今も田畑の中にいくつも点在している。宇佐は戦争の跡が今も数多く残る戦争遺跡の町なのだ。田んぼに佇む掩体壕はあの火の空を静かに語り続けている。宮崎県の都城。今は肉と焼酎で知られる南九州有数の町だ。この都城にも戦争の飛行場があった。太平洋戦争の末期、都城には東と西2つの飛行場が急いで作られた。来るべき本土決戦に備えた拠点としてである。実は都城を含む南九州はアメリカ軍が最初に狙った上陸の地だった。もし戦争が続いていればこの一帯は地上戦の戦場になっていたはずだ。そしてここからも陸軍の特攻隊が沖縄の海へと飛び立った。だが1945年8月6日、都城は米軍の空襲に見舞われる。焼夷弾と機銃掃射が街を襲い、多くの人が命を落とした。くしくもその日は
広島に原爆が落とされた日でもあった。同じ一日のうちに、この国の空のあちこちで命が失われていたのだ。だが9日後、日本は降伏し、南九州の地上戦は起こらずに済んだ。都城が戦場になることは、かろうじてなくなったのである。やがて戦争は終わり、2つの飛行場は静かに姿を消していく。今、都城の空に特攻機の爆音はない。平和な南の町の空をただ雲が流れていくばかりである。鹿児島県、今の鹿屋市、串良。先ほどの鹿屋のすぐ隣にある。実はここにも海軍の特攻基地があった。串良海軍航空基地。だが、その名を知る人は多くない。有名な知覧や隣の鹿屋、その大きな影に隠れて、串良は長い間語られないままだった。けれど、この串良からも確かに若者たちは飛び立った。名も知られぬまま沖縄の海へと消えていったのだ。今、基地の後は平和公園になっている。その一角に静かに立つ一基の慰霊塔、そして地中にも串良の記憶は残されている。深さ7メートル、長さ50メートルを超える巨大な地下壕、串良基地の地下電信室である。ここでは40人もの電信員が24時間交代で電波を受け続けた。特攻に飛び立った若者が敵の艦へ突撃する直前に撃つ最後の電信を、若者たちの最後の声をこの地下でずっと聞いていたのだ。今その電信室は鹿屋市の文化財として保存されている。有名であろうとなかろうと、失われた一つ一つの命の重さに違いはないのである。鹿児島県霧島市の北部、霧島の山並みを望むこの地にも海軍の特攻基地があった。始まりは1943年、隣町泉の航空隊の分遣隊として置かれた。そして翌年、国部海軍航空隊として独立する。やがて国部には第1と第2、2つの飛行場が広がった。1945年、沖縄戦。この2つの飛行場からも特攻機が飛び立っていく。国部から飛び立ち、帰らなかった若者は428人に上る。そして戦争が終わり、2つの飛行場は役目を終えた。だがその一つは形を変えて生き残った。第2飛行場があった13塚原の大地。そこには今、鹿児島空港が広がっている。かつて特攻機が飛び立った大地から、今は旅客機が空へ舞い上がっていくのだ。そして近くの展示室には、隊員たちの家と遺書が大切に守られている。かつてここに428人の若者がいたことを今に伝えながら。鹿児島県の出水市。今この町は鶴の里として世界に知られている。冬になると遥かシベリアや中国から鶴が渡ってくる。その数1万羽余り。世界でも有数の鶴の越冬地なのだ。だがこの平和な鶴の里にも特攻の飛行場があった。泉海軍航空隊。もともとここは飛行機乗りを育てる練習航空隊だった。予科練の少年たちがこの泉で空への憧れを学んだ。だが戦争の末期、その意味はむごく反転する。若者を育てたこの場所が、その若者を特攻へと送り出す場所になったのだ。銀河などの特攻機がこの泉から沖縄の海へ飛び立っていく。帰らなかった隊員は260人を超えた。そして戦争は終わり、泉の飛行場も姿を消していく。滑走路の後は今はゴルフ場に、別の一角は自動車学校になった。そして飛行場のあった土地はある根で呼ばれるようになる。平和町。死へ向かう翼が飛び立った場所は平和の名を持つ町に生まれ変わったのだ。今その一角には特攻飛行園がある。出撃した若者たちの名が刻まれた石碑が桜の下に静かに立っている。かつて若者たちが二度と帰らぬ空へ消えていった泉。その同じ空を今は1万羽の鶴が生きて待っている。冬空を渡る鶴の群れはこの町が取り戻した
平和の印なのである。沖縄本島の中部、嘉手納。ここにあるのは、極東最大と呼ばれるアメリカ軍の巨大基地だ。この動画の初めに少しだけ触れたあの嘉手納である。その巨大な基地の大元は、実は日本軍が作った飛行場だった。中飛行場。1944年、日本陸軍は住民の土地を強制的に取り上げる。そして昼も夜も休まず、突貫工事でこの飛行場を作り上げた。だが、完成からわずか半年余り、1945年4月1日、アメリカ軍が沖縄本島に上陸する。中飛行場は、その日のうちに戦わずして奪われた。そして即日、米軍の飛行場として使われ始めたのだ。嘉手納の住民は2度土地を奪われたことになる。はじめは日本軍に、そして次はアメリカ軍に。戦後、米軍はこの中飛行場を桁違いに広げていく。今や4000メートル級の滑走路が2本、100機を超える軍用機が常駐する極東最大の米軍基地となった。その広さはおよそ20平方キロ。東京の品川区が丸ごと入ってしまうほどだ。そして昼も夜も戦闘機の爆音が住民の頭上を襲い続ける。だが、頭上の危険は爆音だけではなかった。1959年6月30日、嘉手納を飛び立った一機のジェット戦闘機が総重不能に陥る。墜落した先は宮森小学校。授業中の小学校だった。炎に包まれた校舎で11人の子供を含む17人が命を落とす。火傷を負った子供は156人に上った。だが、パイロットは空中で脱出して無事だった。助かった大人と焼かれた子供たち。基地と共に生きるとはこういうことだったのだ。たまりかねた住民は飛行をやめてくれと繰り返し裁判を起こした。だが、伊丹の空港と同じようにその爆音を止めることはついに認められなかった。住民の畑から生まれた飛行場は2度奪われ、今も沖縄の空に爆音を響かせている。沖縄本島の中部、読谷村。日本で一番人口の多い村として知られている。この読谷にもかつて飛行場があった。旧陸軍の北飛行場である。1943年、日本軍はこの地に飛行場を作り始めた。65戸の住民が家を追われる。そして数千人の住民や学徒が来る日も来る日も動員された。だが完成した飛行場はすぐに敵の手に落ちる。1945年4月1日、上陸した米軍がその日のうちに占領したのだ。奪われた北飛行場を日本軍は何とか取り返そうとした。そこで立てられたのが前代未聞の作戦だった。儀列空挺隊。爆薬を身につけた兵士を乗せた飛行機を敵の飛行場に無理やり胴体着陸させる。そして降り立った兵士が地上で暴れ、敵機を破壊するという作戦だ。1945年5月24日の夜、奥山道夫率いる168人が12機の爆撃機で沖縄の空へ向かった。だが多くはたどり着く前に撃ち落とされ、引き返していく。読谷の北飛行場に降り立てたのはたった1機、わずか8人ほどの兵士だった。その一握りの男たちが暗闇の中で暴れ回る。9機の米軍機を焼き払い、大量の燃料を炎上させた。だが翌日の昼までにその全員が撃ち取られたのである。戦争が終わっても読谷の飛行場はアメリカ軍のものだった。長い間パラシュート降下の訓練場として使われ続ける。だが読谷の人々は諦めなかった。土地を返せと粘り強く声を上げ続けたのだ。そしてついに2006年、読谷飛行場は全面的に日本へ返還された。今その跡地には読谷村の役場や中学校が建ち、畑が広がっている。奪われたままの嘉手納とは対照的に、読谷は村人の手に土地を取り戻したのである。沖縄の空の玄関、那覇空港。
年間2000万人を超える人が行き交う沖縄一番の空港だ。この那覇空港も元は軍の飛行場だった。1933年、日本海軍が開いた小禄飛行場である。沖縄戦の時、この小禄には海軍の部隊がいた。率いていたのは太田実少将。米軍に追い詰められた太田は豊見城の地下壕で最後まで戦った。そして死を覚悟した時、太田は一通の電報を打つ。宛先は東京の海軍次官。沖縄の県民はこの戦いで身を投げ打って尽くしてくれた。どうか戦後、その県民に特別の配慮を賜りたい。そう書き残して太田は自ら命を絶ったのである。太田たちがこもった海軍の壕は今も豊見城に残されている。全長450メートルに及ぶ地下の坑道。戦いの最中、ここには4000人もの兵が身を寄せ合った。そして幕僚たちの部屋の壁には今も生々しい傷が残る。手榴弾で自ら命を絶ったその後である。今その壕は戦争の記憶を伝える場所として公開されている。そして戦争が終わり、小禄はアメリカ軍の基地となった。1972年、沖縄が日本に帰ると、この地は生まれ変わる。沖縄の空の玄関、那覇空港として。だが、それだけではない。那覇空港は航空自衛隊那覇基地でもある。ここは日本の南の空を守る防空の最前線なのだ。中国の軍用機が南西の空に近づくたび、那覇から F-10 も戦闘機が緊急発進を繰り返す。その回数は今日本で一番多い。北の守りが千歳なら、南の守りはこの那覇である。太田実が県民を思って死んだ小禄の地。そこは今も沖縄の空の玄関であり続けている。平和な旅の翼と緊張の守りの翼が同じ空を分かち合いながら。沖縄本島の北西に浮かぶ小さな島、伊江島である。戦争の末期、日本軍はこの島に巨大な飛行場を築いた。東洋一と謳われた3本の滑走路を持つ飛行場だ。そのために島の住民は総出で工事に駆り出された。だが、1945年4月、その飛行場が地獄の戦場となる。米軍がこの小さな島に上陸したのだ。日本の守備隊はわずか数日でほぼ全滅する。逃げ場のない島で住民もまた巻き込まれていった。この戦いで伊江島の住民はなんと半数が命を落とした。島の人々の2人に1人が亡くなったのである。アメリカの有名な従軍記者アーニー・パイルもこの島で命を落とした。そして戦争が終わっても島の苦しみは終わらなかった。生き残った住民は2年もの間収容所に入れられる。ようやく島に帰ると土地はアメリカ軍に奪われていた。1955年、米軍のブルドーザーが住民の家をなぎ倒していく。すべてを失った伊江島の人々。だが彼らは暴力ではなく別の道を選んだ。アハゴン将校という男を先頭にプラカードを掲げ、沖縄本島を歩いて回った。島の救助を訴えて回る古事記行進である。彼らが掲げたたった一つの言葉、ぬちど宝、命こそ宝という意味だ。命を奪う暴力には暴力で返さない。伊江島の人々はそう訴え続けたのだ。哀根が開いた小さな資料館は今も島に残っている。その名はぬちど宝の家。命こそ宝という願いを今に伝える平和の館だ。一方、島の別の場所にはもう一つの碑が立つ。この島で死んだアメリカの記者アーニー・パイルの記念碑である。敵も味方もこの小さな島で多くの命が失われた。その両方の記憶が今も並んで島に刻まれているのだ。だが今も伊江島には米軍の飛行場が残る。今日も島の空からは訓練の落下傘が静かに降りてくる。住民の半分を失い土地を奪われてもなお命こそ宝と信じたこの島は今も問いかけている。
鹿児島県奄美の徳之島、闘牛と長寿と子宝で知られる南の島だ。この島にも戦争の飛行場があった。徳之島陸軍浅間飛行場。1500メートルの滑走路を持つこの飛行場は沖縄戦の時に使われた。沖縄を目指す特攻機が給油や不時着のために立ち寄る中継の地となったのだ。そして徳之島はもう一つの大きな悲劇にも見舞われる。1944年6月29日の朝、沖縄への増援およそ4600人を乗せた輸送船がこの島の沖を進んでいた。富山丸である。そこへアメリカの潜水艦が魚雷を撃ち込んだ。船の底にはガソリンのドラム缶が1500本も積まれていた。魚雷はそれに火をつけ、船は一瞬で炎の海と化す。逃げる間もなく1700人を超える若者が島の目の前の海で命を落とした。それはこの動画で見てきた特攻の戦死者の数に迫る数だった。今も徳之島にはその霊を祀る慰霊塔が静かに立っている。戦争が終わり、飛行場は姿を消していく。今その滑走路の後は一本の道になっている。その名を平和通りという。死へ向かう翼が並んだ場所は平和の名を持つ道に変わったのだ。だが、徳之島と基地の話はこれで終わらなかった。それから65年が過ぎた2010年、普天間基地の移設先の候補として、この徳之島の名が突然上がったのだ。沖縄の外へ基地を移そうという動きだった。だが、島の人々はこれを受け入れなかった。人口2万5千の島に1万6千人が集まる。島民の半分を超える人々が基地反対の声を上げたのだ。その声の前に移設の計画は消えていった。かつて特攻機が中継し、若者を乗せた船が沈んだ島。その島は二度と基地の島になることを自ら拒んだのである。日本の航空基地の前史。ここまで40近い飛行場を辿ってきた。すべては埼玉の所沢から始まった。わずか1分20秒の飛行が日本の空の最初の一歩だった。やがて空は戦争の道具となる。飛行機乗りを育てた学校が特攻の出撃地に変わった。住民が土地を追われ、飛行場が作られ、そして戦場になった。知覧から田野屋からたくさんの若者が二度と帰らぬ空へ飛び立った。嘉手納では日本軍が奪った土地が今度は米軍に奪われた。そのすべてが今の私たちの空につながっている。あなたが旅で使う空港も頭上を飛ぶ自衛隊機も、その多くがあの戦争の飛行場から始まっていた。千歳も松山も名古屋も福岡も那覇も、飛行機が舞い上がるその滑走路には80年前の記憶が刻まれている。今もその記憶を伝える場所が各地に残っている。知覧の平和会館には若者たちの遺書が、鹿屋には世界にただ一機の錦王艇が、豊見城の地下壕には自決の跡が今も残る。泉では飛行場の跡が平著町と名付けられた。それは私たちが訪れることのできる戦争の記憶である。このチャンネルでは戦争の記憶を風化させないため、当時の実際の写真を AI でカラーにして皆さんにお届けしています。あなたのご家族や先代の方もどこかの動画の中を生きた一人だったかもしれません。ぜひコメント欄でお聞かせください。先人の犠牲の上に平和な日本がある。カラーで蘇った彼らは確かにそこにいた。ちょうど私たちと同じようにそれぞれの時代を生きた人々として、私たち日本人はそれを忘れてはいけない。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。